ニューヨークのセッションで、ジェフ・ベックがジミ・ヘンドリックスにギターを譲ってベースを弾いた。1968年6月、ニューヨークのウエスト46番街、その地下にスティーブ・ポールが営むシーンクラブがあった。わずか23歳のポールが入場を厳しく管理し、選ばれた者だけが入れるこの店は、ジミ・ヘンドリックスの常連店で、深夜になるとロックスターたちが集まり、誰が飛び入りするかわからない即興セッションが繰り広げられていた。観客席には、アンディ・オーホル、イーディ・セジーックの姿もあった。ステージではドアーズが3週間の公演で史上最高の動員を記録し、ピンク・フロイド、ベルベット・アンダーグラウンド、フリートウッド・マックが次々と公演した。1967年6月、モンタレー・ポップ・フェスティバルでヘンドリックスを見たポールは、すぐにシーンクラブでの公演を依頼し、それ以来、ヘンドリックスは連夜このクラブに現れるようになった。1968年6月15日、ジェフ・ベックとエディック・クラプトンがヘンドリックスとのセッションに参加することになっていたが、ヘンドリックスはギターを持たずに現れた。ベックは自分のギターを貸し、ベースを弾いた。ヘンドリックスの演奏が始まった。ベックは後に、その時の様子を語っている。俺はギタリストであることを忘れるほどだった。何が起きたのか。ヘンドリックスのギタースタイルは、全てを一変させた。フィードバック、ワウペダル、ファズといったベックが知っている技術をヘンドリックスは別次元で使いこなしていた。しかも借りたギターは右利き用で弦もそのまま。ヘンドリックスは通常なら左利き用に張り替えるが、この日は時間がなかった。逆さまに持てば E や A の低音源が下に高音源が上に来る。それでもヘンドリックスはまるで自分のギターのように弾きこなした。通常のギタリストとは全く異なる音色と奏法だった。ベックは言う。彼は俺たち全員を片隅に追いやり、ゴミ箱に放り込んだ。それでもベックは翌日もシーンクラブに現れ、そしてその翌日も通い続けた。6月13日から5夜連続でベックはヘンドリックスと共演を続けたのだ。なぜか。ベックは振り返る。俺はジミともっと深いレベルで友達になりたかった。でもそれは難しかった。ある夜、ヘンドリックスがベックに告白した。お前が1966年にヤードバーズで録音したハプニングス10 years time ago、あのリフを盗んだ。ヘンドリックスほどの天才が自分のリフを盗んだと認めたことにベックは驚いた。その告白が2人の距離を一気に近づけた。6月16日、スタテンアイランドのデイトップミュージックフェスティバルでは、ベック、ヘンドリックス、ロン・ウッド、ミッキー・ウォーラーによる即興のスーパーグループが結成され、朝2時まで演奏が続いた。ベックはまるで昨日のことのように回想した。あの夜は信じられなかった。ジミと一緒に演奏できて最高だった。そしてその夜もまた2人はシーンクラブに戻った。ベックとヘンドリックスは共同でレコーディングする計画を立てていたが実現しなかった。1970年9月18日、ジミ・ヘンドリックスは27歳の年にロンドンで亡くなった。ベックは2003年のインタビューで語った。もっと深いレベルでジミと友達になりたかった。でもそれはなかなか難しかった。ようやく友達になれたと思ったらあいつは言ってしまったんだ。2023年1月10日、ジェフ・ベックは78歳で亡くなった。2人のギタリストが共演した録音は残されていない。残されたのはほんの数夜の記憶だけだ。シーンクラブの地下で2人の天才が友情を育もうとしていた。その夜の神々しいほどのセッションの記憶はロック史に濃密に刻まれている。